皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は早いもので2月の27日月曜日から3月の5日日曜日までのウィークリーフォーチュンをお届けいたします。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。グランタブロープラスタロットで、グランタブローではもう見えたことをお伝えいたします。あの人の距離だったり、今週の恋愛運、仕事金運、そうですね、あとは赤ちゃんのこともお伝えしています。そしてその後にセブンデイズの流れということで1週間深掘りしていきます。そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント等をいつも励みになっております。今日なんですけれども、タロットを今日はこのね、モネのタロットを今日は使っていきたいと思っています。そしてアドバイスなんですけれども、最近はこのドルフィンとエンジェルアンサーからメッセージをもらっていますので、こちらもラストに引いていきたいと思います。さて、選んでいただきたいのは3択です。一番左の方が1番、真ん中の方が2番、一番右の方が3番です。こちらのカードから選んでいただいてもいいですし、下のルノルマンカードから選んでいただいても大丈夫です。1番の方、生まれてきてくれてありがとう。そして2番の方、あなたは偉大です。3番の方、そのままでいて。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは1番の方見ていきます。じゃあまず最初の1列目、9枚カードを並べていきます。ファーストカードすごい太陽が出ましたね。一番ね、すごい強運のカードがまず1番の方出ましたよ。そして2番が釜です。3番ハート。なんか恋愛のことでなんかありそうだな。これ白黒がはっきりつくとか、復縁とか、喧嘩してた人は仲直りができるとか、そんな感じが週の前半にあるような感じ。そして雲、本、そしてここにあなたのカード、いいえ、庭、ユリです。それではカードを並べていきます。1番の方お待たせしました。カードを
9×4 のグランタブローで出しております。まず1番のあなたのカードはここです。1列目の、ちょうど真ん中、あたりにあなたのカードが出ていて、そしてあの人はここですね。今このね、あなたとあの人の間に本雲棺桶山クロス、なんかこういう、蛇もそうなんですけれども、かなりヘビーなカードがあなたとお相手様の間に出ている状態なので、もしかしたら複雑な状況だったり、今連絡が取れていなかったり、会えていなかったり、別れ話が出ていたり、そういう心の距離、物質的な距離、そういうものが今あなたとお相手様の間に見えます。これ今ですね。ただこのファースト3カードとラスト4カードで1週間の流れを見ていくんですけれども、このファーストカードがまず太陽が出ているので、あなたにとって今週っていうのがとにかく強運の時期、大きな幸せがあるとか、大勝利、カリスマ性、情熱、そういうものがある時なんですよね。それに鎌とハートが出ているので、今まで恋愛で苦しかったことに対して、これが嬉しい収穫となってあなたのところに来るんじゃないかなって感じです。愛情とか感情が戻ってくるっていう感じがしています。そして、ここのね、今週の後半のカードを見ていても、花束とか星とかすごくラッキーカードがとても多いです。贈り物とか愛情の幸せな出来事とか、感謝する、される、そういうものがあって、あとここに星も出ているので、到達点、やっとここまで来れたとか、何らかの導きがあって、2人の恋愛とかそういうものの道がきちんと見える、叶う、そういうふうに思います。そして、太陽と道のカードを見ていても、今あなたにとって本当に大きな分岐点になっていて、今週というのは大きな人生の岐路、ターニングポイントになるようです。今から運気がより良くなっていく、そういうふうに出ています。そしてコウノトリとユリを見ていても、これもコウノトリも環境が変わるとか、変身する、変化する、飛躍する、そういうものが出ているので、やっぱり今週は何か大きな動きがあるのではないでしょうか。そういうふうに思っています。そしてあなたのところを見ていると、ここに本と手紙のカードが出ていて、あなたが何かメッセージを受け取るかな、それともあなたから連絡するかな、どっちかなって感じはするんですよね。頼りがあるとか、郵便物があるとか、メールや LINE、それをあなたから打つのか受け取るのかっていう感じなんですけれども、こういう文字のやり取りの交流が今週は活発になってきそうな気がします。ただ家の中では少しあなた自身が疲れがあんまり取れなかったりとか、少しイライラしている部分があったり、言葉がきつくなったりっていうことが考えられるので、これはできるだけ、あとこのね、無知っていうのは掃除っていう意味もありますので、しっかり家の中を掃除することによって悪い運気も
出ていくのかな。断捨離などもおすすめです。そしてあの人なんですけれども、なんかね、最近環境が変わったんでしょうか。上司が変わったとか、引っ越ししたとか、転職したっていう感じが見えるんですね。で、あの人自身なんだけれども、すっごく一生懸命頑張ってるんだけど、なんかこう心が弱いというか、少し疲れているみたいです。ストレスが溜まっていたりとか、免疫力が下がっていたり、そういう風な感じがしていて、何かあの人が遠い目標をしっかりと持ってるんだけれども、なんかね、こうすごく孤独な戦い、そういうものをしているような気がする。ただ、あなたと何か約束をしたい、例えば会いたいとか、そういうことがあの人の心の支えになっているのかな。なんかね、すごくね、あの人が孤独なんですよ。なんかこう柔らかいカードがなくって、なのでこの状態であの人があなたに連絡ができるような感じはしない。むしろあなたからの連絡によってあの人が本当にほっとしたりとか、幸せに感じたりとか、そういう可能性がある予感です。じゃあ今週の、恋愛なんですけれども、そうなんです。まだね、やっぱりこう辛い、こう2人の壁ってすごく大きいのかなって気がします。大きいかもしれないんだけれども、雲がね出ているから、少しずつね、やっぱりこの未来が少しずつ明るくなっていくよっていう感じがする。なのでこう今週の流れっていうのは、動かなかった恋愛が少しずつ前向きに明るく、そして気持ちもこの恋頑張っていけるみたいな、そういうものになっていくんじゃないかな。一番辛いところは通り越した、そういう感じがしています。そして今週の仕事のこと見ていきましょう。まずあなたがご自分で仕事をされている、アルバイト、パートを頑張っている方から見ていくと、はい、なかなかいいですね。はい、このカードなんですけれども、まず過去の流れを見ていると、こう売り上げが伸びたり、お客様がたくさん来たりっていうことで、あなたにとってこう大きな目標を達成するような状況になったようです。そして今週なんですけれども、あなたにとってもっと頑張っていきたいっていう次の扉を開くような感じになって、あなたにとってこの仕事が大きなターニングポイントを迎えるような気がしています。何か新しいことをこう追加で始めていくような、そんな感じです。そして先ほどここのね、太陽とついになってたんですけれども、この新しい扉を開くことによって、あなた自身の運気がすごく上がったりとか、なんかそのサブでやっていこうって思う方がものすごくメインで人気になったりっていう可能性はありそうです。はい、そしてあなたが会社員、サラリーマンの方であればですね、はい、今カードを探しています。はい、やった。失礼しました。はい、ですね、はい、今週のサラリーマン、会社員の方は、今までは、上司とかのバックアップがあったりとか、いいアドバイスをもらえたりっていう感じで、あなた自身もパワーとかやりがいとか、そういうものがすごくあったみたいです。で、今週なんですけれども、もしかしたら仕事上で少しショックな出来事、そういうものがあるかもしれません。少し体調が悪くなったりっていう人もいるかもしれない。で、この1番の方、もしあなたの職場内の恋愛をしている人とか、
取引先とかそういうふうな人と恋愛をしている人が多いのかなっていう感じがしたんですけれども、恋は少しずつ動いていくので心配しないでください。むしろ一番の方っていうのが仕事のところのすぐ真下にあの人のカードが出ているので、やや恋愛の割合の方がすごく大きいのかもしれない。ここはオンとオフを切り替えながらしていく方がより仕事がすごく楽しいとか充実感があるとかそういう風になってくるのかなと。恋愛イコールあなたの生活ってなったら仕事の方もなんか負のエネルギーに引っ張られる可能性があるので、このオンとオフの切り替えをぜひともおすすめしたいなと、そういうふうに思っています。恋はね、いい方向に行くので、少しずつ行くので、安心して仕事をしていただきたいな、そういうふうに思っています。そして今週の金運なんですけれども、今までは友達付き合いとか、飲み会、プレゼント、そういう感じかな。で、案外お金を使ってたのかなって気がしました。思ったよりも使っちゃったとかですね。そういう感じがあります。交際費とか美容費、そういうものが出ていて、で今週はいいですね。なんか思いがけないところから、なんかお金が例えば入ってきたりとか、なんかいつの間にか定期が満期になっていたとかですね、そういう感じですよ。特に今週は海外がいいのかな。なので例えば外貨預金だったりとか、海外の何かを買うとか、そういうのもいいような感じです。何か幸運の鍵があなたに入ってくる、そういうふうに出ています。そしてまたここでもね、海外のカードが出ているので、なんか今週案外動かすような気がするんですよね。例えばメインバンクを追加で例えば作るとか、海外に口座を作るとか、なんかそういう動きがあって、それがあなたにとっての金運のプラスになる、そういう感じがしています。じゃあ今から月火水木金土日でセブンデイズの流れを、こちら失礼しました、このモネのタロットとルノルワンを合わせて見ていきたいと思います。はい、それでは1番の方、こちら左から月曜日から日曜日までの流れをルノルマンカードとタロットで見ています。さて今週なんだけど、月曜日むちゃくちゃすごいです。超ミラクル幸運って感じがする。月曜日すごいな。そして水曜日も恋愛のことですっごい嬉しいことありそうだし、金曜日もなんかあの人に会いに行くとか会いに来るとか、旅行に行くとか、何か恋の進路が決まるっていう感じもするし、土曜日は仕事面とか金運とかで嬉しい喜びがあるとか、そういう風に出てるので、月水金土はむちゃくちゃいいですね。そして逆に気をつけてねっていうのが火曜日、火曜日と日曜日かな。火曜日はもしかしたら何かちょっとトラブルとかアクシデントとか、そういうものがあるかもしれません。でもここにソードの2が出てるから、平和ではあるんだけれども、大ごとにはならないけれども、ちょっとした何かっていうのがあるかもしれない。あと日曜日がここにね、ワンドの5という争い
そういうものが出ているので、いろいろ悩む出来事があるのであれば、まだこの日は無理に決断を出さなくていいよっていうこと、焦らなくていいよっていう風に出ています。じゃあまず月曜日から。はい、すごいですね。太陽とコインの10、ものすごく幸せな大吉の日です月曜日はもうこれは素晴らしい、むちゃくちゃ強運な日。そして火曜日がショックなこと、何かがねあるかもしれないとは出ています。少し離れるとかね、2つに分かれるっていう意味があるので、火曜日はとにかく無理をしない、時間に余裕を持つ話し合いとかは火曜日はおすすめしません。そして水曜日がハートとワンドの6、あなたが頑張ることによって何か恋愛面、嬉しいこと、幸せを手に入れる、幸運を手に入れる。そして何かあなた自身、もし出会いを求めている方は自分から積極的に行くこと、片思いの方もそうですね、行くことをお勧めします。ハートが手に入る予感です。そして木曜日は木とフールが出ているので、穏やかに過ごせるのかな。木曜日はで、あなたがやりたいことをやってもいいよっていう風に出ているので、思いっきり、例えばファッションとかメイクとかも含めて、あなた自身の無邪気さとか天真爛漫さを大切にしてください。はい、金曜日は花束とソードの6、旅行、恋愛、幸せなこと、あの人に会える、会いに来てくれる、恋愛面の喜び、そういうものが出ています。そして土曜日、星とコインのナイトが出ているので、願いが叶う仕事面の喜び、そしてとても真面目で誠実な人に出会う、そういうのも出ています。夜が特におすすめです。そして日曜日が道と、ワンドの5が出ているので、もし何かあなたがこうしようかな、どうしようかなと思うことがあったら、無理に白黒をつけなくても大丈夫。むしろあなたの気持ちを穏やかに持っていくことが日曜日はおすすめしたい感じです。じゃあ今から、じゃあラストにドルフィンさんとエンジェルアンサーからアドバイスをもらいます。まずはよいしょ、で次がドルフィンですね。さあ2枚出るかな、出るっぽいな。じゃあこちらの3枚を今週のあなたへのメッセージでお伝えしましょう。すごいです。イエスと、じゃあこちらの3枚のメッセージからあなたにお伝えしたいこと、何かあなた自身信念がね、こうしたいとかこういうことをやりたいっていうのがあるような気がします。それに向かってあなた自身の直感力とか自分自身を信じてどうぞ前に進んでみてください。それは天使さんもドルフィンさんたちもすごく応援してる。正しいよ、大丈夫だよ、頑張ってみてっていうことを天使さんたちは言ってくれているようです。次に進むこと、前に進むこと、おすすめしたいです。これが1番の方へのリーディングです。すごいカードが出ています。どうぞ積極的に頑張ってみてください。
れでは2番の方見ていきましょう。2番の方のルノルマンカード、こちらです。最初の1列目9枚を取りながら見ていきます。もう少し。はい、 OK です。じゃあまずファーストカード、はい、鎌が出ました。おお、鎌ですか。はい、そして雲。これ悩みがね取れるといいですね。家です。あなたの心の拠り所が取り戻せるとかね、そういう感じだったらとてもいいなと思ってます。コウノトリ。はい、そしてあの人のカードが出ました。はい、棺桶。道。本。はい、魚です。それでは残りのカードを出していきます。はい、それでは2番の方お待たせしました。まずあなたのカードはこの一番右の上から2列目のところに出ています。そしてあの人のカードは1列目のちょうど真ん中あたり。はい、あなたとお相手様の距離、決してね遠くはないんですよ。遠くはなくて、そうだな、なんかね素晴らしいポジティブなカードも出てるんだけど、棺桶とかね、そういう一旦こう休憩というか、一旦ちょっとこう2人の関係が日が当たらないというかね、そういう今休戦状態みたいな人もいるのかなっていう感じ。今もしかしたらすれ違ってる人とかがねいるのかなというのも、まずあの人からこう見ていくとですね、何か最近ちょっと1番の方にも似てるんだけど、最近ね環境が変わったのかな、引っ越ししたのかな、転職したのかな、でもなんかこうすごい頑張ってるんだけどなかなか結果が出ない、そこであの人がちょっと悩んでるように見えるんですよね。で、特にあの人自身っていうのが、マイペースで頑張り屋さんではあるんだけれども、すごくこう孤高というか孤独感がすごく出てるような気がする。非常にこう保守的だったりとかね、プライドが高い部分があったりっていう風にあって、であの人自身がまだこうどういう風にしたらこうどう頑張れるのか、仕事でも恋愛でも、例えば家庭でも、何か今あの人自身がとても行き詰まってるような気がする。だからね余裕がないように思うんですよ、あの人が。そしてじゃああなたはっていうと、今あなた自身はこうすごくこうのびのびとしている、自分の時間があってやりがいがあるような、そしてあなた自身もこう元気とか健康とか明るさとかそういうものを取り戻していて、非常に美しかったりとか、人からとてもこうなんかね魅力的と思われたりとか、そういう感じがするんですよね。なのであの人とあなたが今こう
もし距離があったとしても環境がすごく違う、それをすごく感じました。だからこそ何か今問題があったとしても、あの人はあなたにヘルプ、手を貸してほしいとか言葉をかけてほしいっていうのがあるかもしれないけど、それを上手に言えなかったりとか、プライドが邪魔してる部分がもしかしたらあるのかな、そういうふうに思いました。で、今週の恋愛なんですけれども、ここに庭が、ハートの上に庭が出ていて、星と船が出ているので、これは距離が近づいていくのかな、恋愛がね。星と船で遠くに行くっていう意味もあるんだけれども、やっぱり星ってすごくポジティブな意味がとても強いんですよね。なのであの人との目標値みたいなものがきちんと決まるとか、会う約束ができるとか、そういう可能性が今週はあるような気がします。そして出会いを求めている人はこのコミュニティの中というか、そういうところですごく素晴らしい出会いがあるみたいです。もしかしたら外国人の人とか、ちょっと遠く離れてる人、出張が多い人、そういうふうな乗り物に乗ってる仕事をされている人、外資系の人、そういう可能性もあるかもしれません。で、今週のだからね、恋愛はね、出会いも恋愛運もいいかなと。片思いの方も頑張れそうな気がします。そしてじゃあ今週の仕事のことを見ていくと、まずあなたがご自分で仕事をされているアルバイト、パートの方から見ていきましょう。はい、あなたのいわゆるコミュニティはとても温かいものです。リピーターのお客様が多かったりとか、そういうものがしっかり出ています。そして今あなたがこうしたい、こうやりたいっていうのが夢と現実が一致しているように見えます。そしてこれからの流れを見ていても、あなたの仕事運はとっても強いから、焦らなくてゆっくりマイペースで進んでいってねと。そしてあなた自身の純粋な気持ちとかボランティア精神、そういうのを大切にしていくと、よりお客様が増えるとか喜ぶとか、そういうものが出ているような気がします。そして今週のあなたがサラリーマン、会社員の方であれば、はい、今まで人間関係かなり厳しかったような気がします。近くにライバルがいたりとか、イライラしたり嫉妬したり、二重人格の人がいたりっていう風な感じで、かなり参っていたような気がします。でもようやくフレッシュな顔が来たというか、年下の人があなたにとって味方になってくれるような、そういう感じがしています。そしてこれからは人間関係もよく大きな契約も例えば取れたりっていう感じで、今までの流れとは違ってかなりいい穏やかな流れになっていきそうです。よかったですね。はい、そして今週の金運なんですけれども、はい、すごくいいです。あなたのね、大きなお金が入ってくるとか、このお金をどういうふうに運用していこうかなっていう風な部分もあるような気がします。ただここに魚の後、蛇が出ているので、今はまだあなた自身がいろいろ自発的に勉強したりすることはおすすめなんですけれども、今後こういう話があるよっていうことはおすすめできないかなっていう感じです。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に、こちらですね、モネのタロットと一緒にセブンデイズを見ていきたいと思います。はい、それでは2番の方、ルノルマンカードとタロットで
月曜日から日曜日までの流れ出しています。はい、今回ねダイアルカナが月曜日火曜日と出ていて、そうだな、月か水曜日がすごくいいかな。水曜日が、この中では1週間の中では一番いい。月曜日火曜日、じゃあちょっとお伝えをしていきましょう。まず月曜日が釜と、このね戦車というカードが出ていて、この月曜日あなたがこう積極的に行くことによって勇気とか勝利を手にすることができる、そういうふうに出ています。あなたにとって恐れとか怖さとかあるかもしれないけれども、前にあなたから行くことによって大きな勝利を得ることができる、そういうふうに出ています。そして火曜日が雲とストレングスが出ていて、あなたの中にまだモヤモヤっとした悩みとか不安があるかもしれないです。でも自分の信念を信じて進んでみてください。必ずやその悩みは消えて非常に明るい日になっていくのではないでしょうか。そして水曜日がね、今のところ一番いいかなって思うんですけれども、家とソードの6が出ていて、あなた自身、引っ越しの可能性、旅行の可能性、そういうものが出てきたり、そういう話があるかもしれません。そしてあなた自身、この水曜日はとにかく心の平穏とか穏やかさがある一日になりますし、家デートとか家で過ごすこともおすすめです。そして木曜日がクロスとコインの3が出ています。無理をせずに焦らずにゆっくり進んでくださいっていうのが、これが木曜日。これが何事にも一段ずつ一歩ずつ着実に進むことをおすすめしたいです。そして金曜日がカップの6度、ネズミのカードが出ていて、昔の恋人に例えば会うとか、そういうことがあったとするならば、少し不満足な結果になったりするかもしれません。でもこの日は例えば連絡が取れたとか会えたっていうことで、まずそこで満足をしていくのが大切なのかな、そういうふうに思います。土曜日、クマとカップの5、あなたにとって寂しい病が出てくるかもしれません。会いたい、寂しい、愛されたい、そういうものを食で埋めてしまう可能性があるので、コントロールが上手にできるといいですね。はい、日曜日がライダーとカップの5、なかなか連絡が来なかったり既読にならなかったりっていうことで、少し落ち込んでしまう部分もあるかもしれません。上手に気分転換をしてみてください。少しね、週末悲しい寂しいことが多くなるかもしれないんですけれども、アドバイス見ていきましょう。まず出たのがよいしょ、ドルフィンさんとここが2枚かな1枚かな、大丈夫かな、あと1枚ちょっと見てみます。はい、お待たせしました。じゃあこちらの3枚のカード開いていきます。1人の時間、はい、お待たせしました。まず今週あなたにおすすめしたいのが、一人でゆっくり
お風呂に入る、アロマ、お塩、日本酒などを入れながら浄化をしっかりするというのをお勧めしたいです。そしてそれと同時にですね、プラスに考えるのをやめないで、諦めないでっていうことを言っています。今週少し寂しい気持ちとか出てくることも多いかもしれないんだけれども、一人の時間を大切にしながら、でもそれでも絶対頑張れるんだっていう、そういう気持ちを諦めずに持っていてください。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきます。3番の方のルノルマンカード、最初の1列目をカードを取りながら見ていきます。その後カード並べますので、さて3番の方の流れ、はい、じゃあ見ていきましょう。まずファーストカード、はい、素敵なカードが出ました。月、そして熊、子供、魚、花束、リング、家、雲、はい、そしてここに一番右端にあなたのカードが出ています。それではカードを並べていきます。はい、3番の方、カードを並べております。まずあなたのカードが1列目の一番端っこ、そしてあの人のカードがすごくね近くにある状態です。さて近くにねあるんですけれども、お二人の間には雲、本というカードに囲まれているので、お二人が今もやもやっとした関係なのかなとか、何か悩みがあるのかな、そういうふうに見えています。少し見通しが立たなかったりとか、不安とか混乱とか、そういうものがあるのかもしれません。そして本が出てるので、複雑な関係だったり、何か素直に言えないこと、隠し事をしている可能性もあるかもしれません。何か言いたくても言えない、そういうモヤモヤっていうのもあるかもしれませんし、特にあの人からすると今勉強したい時とか知識をつけたい時、そういう専門的な知識、そういうのを頑張っていきたいっていう気持ちもあるような気がしています。なのでお二人決してねご縁が切れているわけではない。でもお二人の中になんかすっきりしないような、そういう状態なのかな。まずそういうのが見えています。そして今週の、恋愛がちょうどねあなたと正反対のねところにハートが出ていて、蛇、道、クロスという感じがねというカードが出ています。ここにもライバルがいる可能性、複雑な恋の可能性の人がいるかもしれません。そして今週恋が今やっぱり停止をしているんですけれども、
大きな今ターニングポイントとか分岐点になるのかな。もしかしたらあの人と再びつながれる可能性もあるし、もう少しいわゆるお互いの時間を大切にするっていう休憩の時間、そういう風な今週がね、そういう分岐点のような気がする。ただハートの流れを見ていくと、もし休憩という期間を取ったとしても、きちんと仲直りができるとか、再びゆっくりと恋愛関係に発展していくっていうポジティブな流れは出ていますよ。ということは、まず3番のあなたにお伝えしたいです。そしてですね、そうだな、あなたと、ハートがつながっているので、やっぱりどんな困難があってもあなたの恋愛運とかあの人のことっていうのは切れることがないと。そして月と山が出ているので、今週はまだ恋愛面で大きな障害というか乗り越えないといけないものがあるんだけれども、乗り越えれるから出ている、そういうふうに私は考えています。そしてですね、特にあなたが今なんかね追い込まれてるように思うんですよ。いろんなことを頑張りすぎたりとか、体に少し不調が出てるのかな、そういうふうにも思って、なかなか人に悩み事とかを言えなかったりするのかもしれません。そういう意味ではもう少し誰かに話を聞いてもらうとか、外に出る、引きこもるんじゃなくって外に出る、日が当たるところに行く、そういうこともぜひ取り入れていただきたいかな。今少しあなた自身、3番のあなた自身が負のループに入っているような気がします。じゃああの人はっていうと、少しね過去の流れを見ていると、なかなか仲間というか馴染めなかったりとか、このお相手様にとってショッキングな出来事が過去にあったかもしれないけど、今少しずつ気持ちとか平和とかそういうものを取り戻しつつあるような感じです。ただやっぱりあなたのことを考えると、これからどうなっていくのかなとか、きちんと仲直りができるかなとか、そういうふうに悩んでいるように思います。もう一度繰り返しになるんですけれども、今週休憩という形をお二人が取ったとしても、その後きちんと仲直りできるから安心してくださいね。じゃあお仕事のこと見ていきます。まずあなたがアルバイト、ご自分で仕事をされている、そういう方であれば、素晴らしい。今までの流れが太陽と星と魚が出ているので、あなたの売り上げとか人気すごく出ていたかと思います。そして今なんですけれども、ライダーと花束が出ているので、あなたの良さとかあなたの口コミがどんどんいいものが広がっていっているような感じです。すごく豪華な感じで喜び事があるような、そんな嬉しいカードが出ています。ただこの流れがですね、一旦ちょっと物事がストップするとか、何らかのアクシデントがあったり、例えばリスケとかドタキャンとか、そういうものが今週はもしかしたらあるかもしれないとは出ています。でもあなた自身のこのね、太陽と星という天体カードが2枚も出ているので、あなた自身は非常に持っている人、なんかアクシデントがあったとしてもきっと乗り越えることができる、そういうふうに感じています。じゃあ次は会社員
サラリーマンの方を見ていきましょう。はい、会社員サラリーマンの方、人間関係とか上司との関係に悩んでいる方がいるのかな。特に複雑な恋愛をしている人は近くにライバルがいる人とかいるのかもしれません。そして今週はですね、上司が少しご機嫌斜めだったりとか体力が落ちていたりっていう感じで会社を休んだりする可能性もあるかもしれない。ちょっとパワー不足、いわゆる指揮を取ってくれる人が不在になるとか、そういう風になってくるかもしれません。あなた自身も今週はやや疲れやすかったりストレスが溜まりやすかったりっていう形になってるので、いろいろこうじゃなきゃダメっていうよりも、これもしてじゃあこれもしてっていう選択肢をたくさん増やしていく方が今週はいいかもしれません。一つのことを深く掘り下げるっていうよりも少し、なんかこれもじゃあこれもしてみようみたいな、そっちの方が今週はおすすめかな。はい、そして今週の金運なんですけれども、はい、いいですね。はい、もうものすごい大吉です。もう金運はものすごく恵まれているのではないでしょうか。そして今週は美容とか、例えばマッサージとか化粧品とかお洋服とか、海外のブランド、ハイブランドかな、ちょっとそういうものを買う方とかもいるかもしれません。あとは豪華なプレゼントをもらう人、そういう可能性もありそうです。金運はものすごくプラスです。でプラスなんだけれどもいい使い方もできそうな気がする、そういう風に出ています。じゃあ今から月火水木金土日をタロットと一緒にセブンデイズの流れ深掘りしていきたいと思います。はい、それでは3番の方お待たせしました。こちらルノルマンカードとタロットで月曜日から日曜日までの流れを見ています。とても幸せな日もあるんですね。でも今週が少し、特に後半かな、木曜日以降からあなた自身のテンション、3番の方自身のテンションが少し落ちていきそうなんですね。なので恋愛面で今さっき休憩に入るかもしれないってお伝えしたんですけれども、その可能性が出ているかもしれない。でも先ほども言ったんですけれども、それがイコール終わりとかではなく、おそらくその次の週ぐらいからまた動きがあるのかなって思うので、ただそういう状況になった時ってショックですよね。なのでそれがね、もしかしたら、木金土日ぐらいに入ってくるのかなというふうに出ています。まず月曜日なんですけれども、月とソードの5が出ているので恋愛面で何かあるかもしれない。ソードの5っていうのは言葉で傷つけ合ってしまったりとか、自分が優位に立ちたいとか、そういうのがあるので、月曜日愛されたいとか、その気持ちがとても強くなりすぎる可能性がある。だからこそ相手を試してみたりとかっていう可能性があるので、そこは気をつけていた方がいいかな。そして火曜日はね、なかなかいいんですけれども、クマとフールが出ています。あなた自身がとてもこの火曜日に関しては自由奔放で天真爛漫で、よく食べてすごく元気に過ごせる日、これが火曜日かな。そして水曜日がとても幸せそう、子供のカードとカップのエース、これはね、恋愛で形になるとか愛情が通い合うというものが出ているので、あなたの素直な気持ちを
偽りなく表現する、伝える、そのことによって幸せな一日になるかと思います。ただ木曜日から少し不穏な動き、タワーとクローバーが出ているので、ショッキングな出来事、何かあるかもしれません。何らかの連絡があるかもしれません。そして金曜日が鳥とカップの4が出てるので、なんとなくぼんやりとあの人からの連絡を待っているような、少し寂しさが伴うような金曜日になるかもしれません。土曜日がフォックスとソードの10が出ているので、この時はこう騙されたりとか落とし物をしたりとか、そういう可能性があります。なのであんまり大きいお金を持ち歩かないとか、夜は早めに帰宅するとか、そういう方がいいかなというのが土曜日。そして日曜日が山とソードの8が出ているので、とてもあなた自身がいろいろ考えすぎたりネガティブになったりということが見えました。でちょっと今回このね木曜日からちょっとカードの流れが少しネガティブだったので、カードを追加してもう少し見ていこうかな。まずこのちょっとエンジェル、オラクルカードを使って、この次の週以降の流れがどうなっていくかなっていうことで、見てみましょう。よいしょ。はい、じゃあ流れをとりあえず、未来、現在と未来っていう風な感じで出してみました。はい、ニューラブが出て、こっちは未来で見てみます。はい、エンゲージメントとKeep an Open Mind が出ているので、今っていうのはお二人が良くも悪くも新しい場面に来ているのかな。新しいスタート、いわゆるリスタートを切れる時かなと思います。もしかしたらあなたにとって、あの人にとって新しい出会いがあるのかもしれない。でも見てください。これが未来の流れでエンゲージメントとオープンマインドが出ているので、きちんと約束をして心を開いて話す状況が作れる、いわゆるきちんと会って話そうよっていう、そういう状況になると思うんですね。でそれが笑顔でなれると思うので、今週は落ち込むこととか相手の気分に振り回されることがあったとしても、来週以降は仲直りができる兆しが私はあるんじゃないかと思っています。じゃあアドバイス、じゃあこちらで見てみましょう。特に今週の流れ、どう過ごしていこうかなっていうアドバイス。これは2枚出るかな、2枚かな、よいしょ。じゃあまずこの2枚と、でもこのカードも気になるな。とあとはこのドルフィンさんからももらいましょう。ドルフィンさんからよいしょ、1枚でいいかな。じゃあ今回ねちょっとカードをかなり出ました。カードが出たいって言うからねじゃあまず出たのがアンライクリーと、今から1年、そしてリコンシダーと、
ワッチはそうと、はい、アセプトヘブン。はい、じゃあお待たせしました。まず、今すぐどうのじゃなくて、やっぱり来年の今頃にはきっといろんな問題が解決してるよっていうことを言ってるような気がする。なんか今の今はなんとなくついてないとか違うんじゃないかとか、このまま頑張ることが不安っていうふうに思っているかもしれない。でもあなた自身がまずあなたが何を望んでいるのか、自分の心とか頭の中、心の中の気持ち、それをしっかりと今は見つめてあげること、それが大切かなと。そうすることによっていろいろな軌道修正をしながら、なおかつ、この天使さんたちが、あとは天使さんとか守護天使さんとかご先祖様に任せといたら、あとはもう一番いい流れを作ってくれるよって。なので自分の心をまず整理してみてねっていうことを言ってくれているような気がする。そして今の今で答えを出さないように、それを今回はこのカードたちは伝えてくれているのかな、そういう感じです。はい、これが3番の方のリーディングです。どうぞ来週のリーディングもご覧ください。応援しております。はい、それでは1番の方、今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたがここ、ご主人がここにいます。あなた自身はようやくあなた自身の心が少し整ったりとか、いい情報を得たりとか、何か例えばいい病院、いい先生、そういうふうな人に巡り合って、今あなた自身はこれは頑張れるんじゃないかなとか、そういう前向きな気持ちが今出ているような感じがします。そして今週もしかしたら何か嬉しい情報を得る可能性もあるかもしれない。ただ家の中であなた自身が少し今週はストレスを感じてしまったり、イライラしてしまったりっていうことが若干あるかもしれません。そしてご主人はっていうと、最近ボスが変わったり環境が変わったりっていうことがあって、とっても真面目で頑張り屋さんなんだけれども、非常にストレスが溜まっている、金銭的な不安がある、そういうふうに出ています。でもそれでもなんとか頑張っていっているご主人の状態っていうのが見えるんですね。すごく孤独、そういう感じがしています。で、今週の赤ちゃんがこちら、子供のカードがこうと、あとコウノトリのねカードが出ているので、どっちかっていうとコウノトリとご主人のカードがとても近いので、赤ちゃんは今お二人の状況が、少し落ち着くのを待っているのかなって感じがしています。なんか今ですね、赤ちゃんとしてはいろいろな情報に、特にママさんにお伝えしたいと思っているのが、いろいろな情報に振り回されすぎないでねっていう心配を赤ちゃんはしているみたいです。そしてね、コウノトリの方もすごくパパさんのことを
ね、心配していて、とにかくゆっくり寝てほしいとか、しっかりお食事をして体力をつけてほしいなと、そういうふうに思っているみたいなので、今週はいわゆる一番のあなたがご主人にいろいろ話しかけるとか、あなたなら大丈夫だよみたいな、そういう言葉、コミュニケーションを大切にしていくことが、あなた自身がいろいろな情報で得ていい部分もあるんだけれども、赤ちゃんから見ると少し情報過多になっているような気がするので、こういう部分もうまくご主人と話すことによって整理されていくのかなと、そういう感じが見えています。なのでできるだけご主人に対して目配り、気配り、心、言葉、そういうものをぜひかけてあげていただきたいなと。特に今週ね、ファーストカードで星が出ていて、そして花束とかね、太陽が出ていて失礼しました。そして花束とか星っていう願いが叶うカードが出ているので、もしかしたら今週末にはご主人も元気になって、なんとかあなたと一番の方と赤ちゃんのことを前向きに考えれるような方もいらっしゃるかもしれません。はい、これが一番のあなたへのメッセージです。はい、じゃあ2番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきます。まずあなたのカードはここ、そしてご主人のカードはここ。決して距離は離れていません。でもご主人がですね、すごく今孤独に耐えているというか、なんか寂しいとか辛いとか、そういうことを言えない、なんかどうしたらいいのかわからないっていうところで非常に悩んでいるような気がします。特に最近環境が変わった方とか、特にご主人がね、なんかネガティブに寂しいんだけど寂しいって言えないような、そういう部分が見える、少し不器用さが見える感じです。そしてあなたはっていうと、とっても楽しいとか、なんかメイクとか新しいお洋服を買ったりっていう感じですごくキラキラしている。あなた自身勉強したり本を読んだりっていうことで、いつ赤ちゃんが来ても大丈夫っていう心の準備、体の準備ができているような気がします。まず今の段階で言ったら、あなた自身は2番の方はとても妊娠能力は高い、とても高いと思います。ただご主人の方が心配っていう感じです。そして赤ちゃんね、子供のカードがね、ここに出ていて、そしてコウノトリのカードは、ね、ご主人のすぐ横のカード出てるんですけれども、今は少しご主人が今こういうちょっとネガティブな状況に見えるので、まだ今週は赤ちゃんの気持ちを見ていても、なんか安定してるって言えばいいのかな、焦ってないんですよね。むしろご主人のことを心配しているのかなっていう感じで、赤ちゃん自身いい知らせをしたいからもう少し待っててねみたいな感じがします。今すぐ行くよとかじゃなくて、今はなんか今ここで遊ぶのが楽しいのとか、パパの状態が良くなるの待ってるからみたいな、そういう感じがしています。なのであなた2番のあなたからすると、ご主人に優しい言葉だったりとか悩みを聞いてあげたりっていうことしていくことによって、少しご主人の流れも変わって赤ちゃんとの距離も変わっていくのかな、そういうふうに
感じています。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、今週の3番の方の赤ちゃんのこと見ていきましょう。まずあなたのカードが右端に、そしてご主人のカードがここにあります。とても距離は近いんですけれども、どうもお二人の間でモヤモヤっとしたものがあるような気がしています。きちんと会話ができていなかったり、何か秘密とか隠し事とかなんかあるんじゃないのみたいな、そういうものがお互いになんかある、少し不信感とかが出てきているのかなって感じ。それはどうしてかっていうと、ご主人はですね、家のことを大切にしたいし、なんかどっちかというと早く家に帰りたいっていう感じ。でもあなたの方が非常にネガティブになっている。あんまり家から出たくないとか、なんかいろんなことに対してマイナスになったりとか、少しマイナスのエネルギーに引っ張られている感じがするので、カーテンを朝になるとカーテンを開けてウォーキングとか日の光をしっかり入れていただきたいなっていう、そういう感じがしています。そして赤ちゃんのカードは、子供のカードがここ、コウノトリのカードがここです。はい、赤ちゃんがまず言ってるのが、もう少ししたらいい知らせを届けれるよって言っていて、で過去があなた自身がすごく体力がですね、暴飲暴食だったり、もしくは逆になんか全然お食事が取れなかったりっていう感じで、あんまり体調が良くなかったのかな。なので赤ちゃんがまだその時は行けなかったみたいなんですけれども、今週はなんかね、いい知らせができるんじゃないかなっていうふうに言っています。言ってる。なので距離ちょっと待ってくださいね。コウノトリ、コウノトリに関してもライダーとクローバーっていうお知らせとか嬉しい知らせ情報があるというふうに出ているので、これは案外近いうちに太陽も出ているから、すごく元気な赤ちゃんがなんかもう少ししたらいけるよとか、そういう感じになるような感じです。なので今3番のあなたにお伝えしたいのが、無理してポジティブになる必要はないんだけれども、でも必要以上にマイナスになることもないかなと。なのでとにかく火を入れて、新鮮な空気を入れて、外に出てっていうことをすることによって、赤ちゃんももうそろそろ行けそうみたいな、そういう流れになっていくような気がいたしますね。どうぞ焦らずに前向きに、進んでいってください。応援しております。